皆さん、こんにちは。ホストの清水です。今日は朝からずっとおにぎりのことを考えていました。この動画は N さんから N2 レベルのリスニング練習です。というのも、今日のゲストがまさにおにぎりの職人さんなんです。こんにちは、桜井です。よろしくお願いします。桜井さん、実は前、コンビニのおにぎり工場で働いていたんですよね。はい、そうなんです。今は自分のお店でおにぎりを握っています。工場から個人のお店まで両方知っているのってなかなかいませんよね。そう言われると、確かに珍しいかもしれません。今日はそんな桜井さんにおにぎりの歴史をたっぷり聞いていきたいと思います。文法のポイントは最後にまとめて振り返りますね。それでは早速始めましょうか。おにぎりの歴史、実は2000年くらい遡れるんですよ。2000年ですか？想像していたよりずっと古いです。弥生時代の遺跡から、お米を固めた塊が見つかっているんです。石川県の遺跡だったと思います。炭になった状態で。炭になっているのに、おにぎりだってわかるものなんですね。形が三角っぽくて、しかも指の跡まで残っていたそうです。指の跡ですか？それはちょっと感動します。同じように手で握る動作が、2000年受け継がれてきたわけですから。当時の人たちも、今の私たちと同じ手の動きをしていたなんて。お米自体が神聖なものとして扱われていたんですか？そうなんです。豊作への感謝を込めて、丸めてお供えしていたと考えられています。それが、いつの間にか食べるものになっていったんですね。そういうことです。時代が進むと、平安時代にはもう記録が出てきます。平安というと、貴族の時代ですよね。はい。貴族たちが、お付きの人たちに豚食というものを配っていました。豚食、初めて聞く言葉です。餅米を蒸して丸めたもので、今のおにぎりのご先祖様のような存在です。それって、貴族自身が食べていたわけじゃないんですね。そうなんです。庭でのお祭りごとの時、仕えている人たちに振る舞っていたんです。源氏物語の絵巻にも、そういう場面が描かれているらしいですね。よくご存知ですね。紫式部の日記にも似たような記述があります。当時は、まだ持ち米で作られていたんですよね。そうです。今私たちが食べているうるち米に変わるのは、もう少し後なんです。それはいつ頃の話なんですか？鎌倉時代の終わり頃ですね。うるち米の方が、味も日持ちも良かったんだと思います。なるほど、実用性が理由だったんですね。それと同じ頃、梅干しや味噌を具として入れるようにもなったんです。それは味のためだけじゃないですよね。さすがですね。梅干しには防腐の効果があって、保存食として理にかなっていたんです。昔の人たちの知恵って本当によくできていますね。それが、次の戦国時代に、すごく重要な役割を果たすんですよ。戦国時代というと、もう完全に戦のイメージです。まさに、その戦場でおにぎりが大活躍するんです。兵士たちの携帯食として。持ち運びやすくて、そのまま食べられるのが良かったんでしょうね。竹の皮や笹の葉で包んで、傷みにくくする工夫もされていました。
そういえば、上杉謙信が食べていたおにぎりの話も聞いたことがあります。ああ、謙信焼きですね。味噌を塗って焼いた丸いおにぎりです。武将の名前がついたおにぎりが今も語り継がれているのって面白いですね。戦う人たちにとって、おにぎりは単なる食事以上のものだったんだと思います。エネルギー源としてはもちろんですけど、他にも意味があったんですか？家から送られてきたおにぎりが、心の支えになっていたという話も残っています。戦いの中でも家族とのつながりを感じられるものだったんですね。その後、江戸時代になって平和な世の中になると、また役割が変わっていくんです。戦場から離れてどんな存在になったんですか？旅や行楽のお供として、庶民の間に広まっていきました。歌舞伎を見に行くときとか、お花見の時とかですか？そうです。歌川広重の浮世絵にも、おにぎりを食べる旅人が描かれています。海苔を巻くようになったのもこの時期なんですか？はい。海苔の養殖技術が発達して、庶民にも手の届くものになったからなんです。今のおにぎりにだいぶ近づいてきましたね。実は、日本で最初の駅弁も、おにぎりだったと言われているんですよ。そうなんですか？今の駅弁からはちょっと想像できません。梅干しのおにぎりと、たくあんが入っていただけの、シンプルなものだったそうです。そのシンプルさが逆に旅の思い出になりそうです。明治、大正になると、おにぎりは完全に家庭の味になっていきます。お母さんが作ってくれるものというイメージが強くなったんですね。学校のお弁当や、お仕事のお昼にも、おにぎりが定番になりました。その流れは戦後もずっと続いたんですか？はい。むしろ、コンビニが出てくるまでは、おにぎりって買うものじゃなかったんです。言われてみれば確かにそうですね。家で作るものでした。日本で最初のコンビニができたのは、1974年です。その時からもうおにぎりを売っていたんですか？いえ、それが違うんです。最初は、ホットドッグとかハンバーガーを置いていたそうです。意外です。もっと日本らしい商品から始まったのかと思っていました。でも、あまり売れなかったみたいで。それで、おでんや肉まんみたいな和食に切り替えていったんです。おにぎりの研究が始まったのもその流れの中でですか？そうです。1976年頃から本格的に研究が始まったそうです。研究っていうくらいだからそう簡単にはいかなかったんですね。それが、まさにそうなんです。当時、一番の壁になったのが、海苔なんですよ。海苔ですか？それはどういうことなんでしょ家で作る時と同じように、最初からご飯に海苔を巻いていたんです。う？それだと時間が経つと海苔が湿ってしまいそうです。まさにそこが問題でした。お店に並ぶ頃には、海苔がふにゃふにゃになっていたんです。それは包装のせいというより仕組み自体の問題だったんですね。それじゃ、せっかくのパリパリ感が台無しですよね。はい。だから、海苔をパリパリのまま届ける方法を、みんな必死で考えたんです。それがあの三つ折りの包装につながっていくんですね。一足飛びに、そこまではいかないんです。実は、最初の工夫は少し違ったやり方でした。どんなやり方だったんですか？大阪の会社が考えた
パラシュート方式というものです。パラシュートですか？名前からして気になります。紐を引っ張ると、海苔がふわっとご飯に巻きつく仕組みだったそうです。それ、うまくいったんですか？仕組み自体は面白かったんですが、油を使う必要があって、味が少し変わってしまったんです。なるほど、美味しさとのバランスが難しかったんですね。技術としては面白かったものの、結局は主流にはなりませんでした。そこで、コンビニ側が新しい方法を考え出しました。今でも使われている方式です。それがテープを引っ張るタイプのやつですか？そうです。油を使わずに、フィルムを引き抜くだけで海苔が巻きつく仕組みです。あの独特な開け方、最初はみんな戸惑いますよね。試行錯誤の末に、今の三つ折りの形にたどり着いたんです。私も初めて食べたとき、順番を間違えて海苔がぐちゃぐちゃになりました。それは、なんだか親しみが持てるエピソードです。この放送のおかげで、コンビニのおにぎりは一気に人気商品になっていきました。開発した人はどんな方だったんですか？長野県のお惣菜屋さんで働いていた方だと言われています。大きな会社の研究所とかじゃなくて、そういう場所から生まれたんですね。当時の資料では、周りの反対もかなり強かったということです。現場の工夫が日本中に広がる発明になったわけです。そういう話を聞くと、なんだか元気をもらえます。それから何度も改良が重ねられて、今の開けやすい形にたどり着いたんです。今の日本ではコンビニで1年にどれくらい売れているんですか？20億個くらいと言われています。ちょっと想像がつかない数字ですよね。？1日に直すととんでもない数になりそうです。棚には常に20種類から40種類くらいが並んでいるそうです。フィリング、つまり具材の種類も時代とともに変わっていったんですか？大きく変わりました。ツナマヨとか、そういう洋風の具材が入ってきたのも、この時期です。ツナマヨって今では定番中の定番ですもんね。梅干しから始まった具材の歴史が、まさかそこまで広がるとは思いませんでした。環境への配慮という点でも変化があるんですよね。そうなんです。プラスチックの包装を植物由来の素材に変えていく動きも進んでいます。便利さだけじゃなくて、そういう部分まで進化しているんですね。そういえば、おにぎりの形って地域によって違うって聞いたことがあります。よくご存知ですね。関東は三角形が主流ですが、関西は俵型が多いんです。俵型ってあの丸っこい筒みたいな形ですよね。そうです。地方によっては、まん丸の形で握るところもあります。三角が絶対の正解だと思い込んでいました。三角が広まったのには、神様がいる山の形を表しているという説もあるんですよ。それは初耳です。ただの食べやすさじゃなかったんですね。諸説あるので、断言はできないんですけど、ロマンのある話ですよね。桜井さんのお店ではどんな形で作っているんですか？うちは三角形です。ただ、握る力加減には、かなりこだわっています。力が減って、そんなに違いが出るものなんですか？全然違います。強く握りすぎると、お米が潰れて美味しくなくなるんです。逆に、緩すぎたら崩れちゃいますよね。そこのバランスを取るのに、私も何年もかかりました。
具材の種類で人気なものって変わってきているんですか？最近は、ちょっと変わったものも増えてきました。うちでは、炙り明太子なんかも出しています。炙り明太子、香りが想像できます。それはお酒にも合いそうです。実は、そういう夜用のおにぎりも、少しずつ人気が出てきているんです。昔ながらの梅や鮭は、それでも根強い人気なんですよね。もちろんです。結局、飽きが来ないのは、そういうシンプルな味なんですよね。新しさと昔からの安心感、両方が共存しているのが面白いです。地方に行くと、その土地ならではの珍しい具材に出会うこともあります。旅先でそういうおにぎりを探すのも楽しそうですね。地元のスーパーによると、思わぬ発見があったりします。次に旅行するとき、絶対におにぎり売り場をチェックします。海外でも、最近はおにぎり専門店が増えてきているらしいですよ。そうなんですか？海苔の食感とか受け入れられているんでしょうか？最初は驚かれることもあるみたいですが、意外とすぐに慣れる人が多いそうです。おにぎりが世界に広がっているなんて、なんだか誇らしい気持ちになります。シンプルな食べ物だからこそ、国境を越えやすいのかもしれません。ちょっとここで、皆さんにも聞いてみたいことがあります。皆さんの国には、おにぎりみたいな携帯区ってありますか？コメント欄でぜひ教えてください。さっきの工場の話なんですけど、実は結構特殊な世界なんですよ。気になります。機械がガシャンガシャン握っているイメージです。イメージ通りの部分もありますが、味のチェックは、今でも人の舌が頼りなんです。機械化されているのに、最後は人間の感覚なんですね。私、入社したての頃、その味チェックの担当だったんです。それは羨ましいような、大変そうなような。一日に何十個も味見するので、お昼にはもうお米を見たくなくなります。それ、なんだかシェフあるあるみたいな話ですね。3年くらいそこにいたんですけど、途中からずっと違和感がありました。違和感というのはどういう感覚だったんですか？自分が握ったおにぎりを誰が食べているのか全く見えないんですよね。大量生産だと確かに顔の見えないお客さんばかりになりますもんね。それが悪いわけじゃないんですけど、私には合わなかったんだと思います。それで自分のお店を持つことを考え始めたんですか？正直、最初は自信なんてなかったです。ただ、握りたてを渡したいという気持ちだけはありました。その気持ち一つで独立しちゃうのがすごいです。貯金もほとんどなくて、最初の1年は正直きつかったですね。それでも、お客さんが一人来るたびに、少しずつ自信がついていきました。開けたばかりの頃はお客さんも少なかったんですか1日に数人しか来ない日もありました。売れ残ったご飯を毎晩自分で食べていました。それは精神的にもきつかったでしょうね。でも、ある日、常連さんになってくれた方が、こう言ってくれたんです。なんて言われたんですか？あなたのおにぎり、なんだか実家の味に似てるって。それだけで、涙が出そうになりました。その一言をきっかけに、工場時代の不安が、すっと消えていった気がします。それきり、あの日の言葉を、一度も忘れたことはありません。それは、握る人にとって、最高の褒め言葉じゃないですか？
工場時代には絶対にもらえなかった言葉です。今のお店では毎朝どんな一日が始まるんですか？朝4時にはもうお米を研ぎ始めます。炊きたてじゃないと意味がないので。4時ってもうほとんど夜中の感覚です。最初の一つはいつも自分で味見します。工場時代の癖が今も残っているんですよね。工場での経験が今意外なところで役に立っているんですね。そうなんです。衛生管理の知識なんかは完全に工場時代のおかげです。悪い経験なんて実は一つもなかったのかもしれません。今振り返るとそう思えます。当時は必死でしたけど。お店の名前には何か込めた意味があるんですか？ただいまという名前にしたんです。おにぎりを食べて家に帰ってきたような気持ちになってほしくて。素敵な名前です。お店に入るだけでなんだかほっとしそうです。そう言ってもらえると名付けた甲斐があります。お店を続けてきて一番変わったと感じることは何ですか？お客さんの顔と名前が少しずつ一致するようになったことです。工場時代には絶対になかったことですね。はい。今は、あのおじいちゃんは梅、あの子は昆布、って全部覚えています。そういう積み重ねがお店の空気を作っているんでしょうね。そう思います。効率だけを考えたら、絶対に工場の方が正解なんですけどね。効率がいい反面、一人一人の顔は見えにくくなりますからね。苦労してこそ、今のこの味が出せるんだと、最近は思えるようになりました。でも、桜井さんが選んだのはそっちじゃなかったわけですね。はい。効率よりも、顔が見える距離を選んだんだと思います。これからお店でやってみたいことはありますか？地方の珍しいお米を使った期間限定のおにぎりを出してみたいです。それは絶対食べに行きたいです。その時はぜひ声をかけてください。特別に握りたてをお出ししますよ。楽しみにしています。今日は本当にいろいろなお話ありがとうございました。こちらこそこんなに話せる機会をいただけて嬉しかったです。さっき少し出たプラスチック包装の話、もう少し詳しく聞きたいです。大手のコンビニチェーンがサトウキビ由来の素材に切り替え始めているんです。見た目や使い心地は今までと変わらないんですか？ほとんど変わりません。開けやすさも保ちつつ、環境への負担を減らそうとしているんです。年間で数百トンのプラスチックが減らせるらしいですね。数字で聞くと、改めて規模の大きさを感じます。桜井さんのお店でもそういう取り組みはしているんですか？規模は小さいですけど、包装の紙を地元のリサイクル素材に変えました。小さなお店でもできることってちゃんとあるんですね。一つのお店の影響は小さくても、全体で見れば大きな変化になると思っています。お米の生産自体も何か変わってきているんですか？農薬を減らした栽培方法を取り入れる農家さんが増えてきているそうです。土作りから見直されているのってなんだかおにぎり本来の姿勢に戻っているみたいです。それ、いい表現ですね。まさに原点回帰という感じがします。海外での広がり方についてももう少し聞きたいです。欧米では健康的な軽食として注目されているみたいです。
サンドイッチの代わりになる存在というイメージなんでしょうか。近い部分もあると思います。ただ、具材の自由度の高さも人気の理由みたいです。向こうならではの変わったアレンジもあるんですか？アボカドを丸ごと入れたおにぎりの写真を見たことがあります。かなり衝撃でした。それは日本の感覚だとかなり大胆ですね。でも、そうやって自由に変化していくのも悪いことじゃないと私は思っています。伝統を守ることと変化を受け入れること、そのバランスって難しくないですか？難しいですけど、握るという行為さえ変わらなければ、形は自由でいいと思うんです。その握るという一点が2000年変わらない核なんですね。うまくまとめてくれましたね。まさに、そういうことだと思います。これからのおにぎりがどうなっていくと思いますか？技術はもっと進むと思います。ただ、最後は人の手が触れるものであってほしいです。効率がどれだけ進んでも、そこだけは変わってほしくないということですね。そうですね。おにぎりって、結局は人から人へ渡すものだと思うので。最後に、これを見ている人たちに何か伝えたいことはありますか？ぜひ、自分の手で握ってみてほしいです。難しく考えなくて大丈夫です。塩をつけたご飯をぎゅっと握るだけでいいんですもんね。それだけで、2000年続いてきた行為の仲間入りができるんです。なんだか、今すぐおにぎりが握りたくなってきました。ぜひ、握ってみてください。きっと、思っているより楽しいですよ。桜井さん、今日は本当にありがとうございました。さて、皆さん。今日のおにぎりの話、どうでしたか？知らなかった一面、ありましたか？会話の中で聞き取れなかった文法はありましたか？答えを言う前にコメントで予想してみてくださいね。それでは、今日出てきた文法を順番に振り返りましょう。まずは、としてです。何かの立場や役割を表します。保存食として理にかなっていたという文で出てきましたね。次は、つつです。二つの動作が同時に起きていることを表します。便利さを保ちつつのように使われていました。それから旅にです。何かをするたびに同じことが起こることです。お客さんが来るたびにという文で出てきましたね。次は、せいです。悪い結果の原因を表します。放送のせいというよりのように使われました。それからをきっかけにです。何かが始まる直接の理由を表します。その一言をきっかけにという文で出てきましたね。次は、にとってです。その人の立場から見てという意味です。握る人にとってのように使われていましたね。それから反面です。一つの物事の逆の側面を表します。効率がいい反面という文で出てきました。次は、というものだです。それがまさに本質だと言い切る表現です。おにぎりは人から人へ渡すものだと思うという文に近い形で出てきましたね。それからこそです。理由を強く強調するときに使います。シンプルな食べ物だからこそという文で出てきました。次は、きりです。それを最後に何も変わらないことを表します。それきり、
忘れたことはありませんのように使われていましたね。それからということだです。人から聞いた話を伝えるときに使います。反対もかなり強かったということです。という文で出てきましたね。次は、もののです。前の内容と少し逆の展開になるときに使います。面白かったものの主流にはならなかったという文でした。それから、末にです。長い過程の最後にたどり着く結果を表します。試行錯誤の末にという文で出てきましたね。最後はてこそです。それがあって初めていい結果になることを表します。苦労してこそ今の味が出せるという文で出てきました。全部覚えなくても大丈夫です。少しずつ慣れていきましょう。今日は2000年前から今のコンビニまで一気に駆け抜けましたね。同じ握るという動作がこんなに長く続いてきたことに驚きます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。感想や質問もコメントで気軽に送ってください。桜井さん、最後に一言お願いできますか？皆さんも、ぜひ一度、自分の手でおにぎりを握ってみてください。きっと、2000年続く行為の楽しさが分かってもらえると思います。素敵なメッセージ、ありがとうございます。桜井さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。皆さんの日本語の勉強が少しでも進みますように。機会があれば、ぜひ本物のおにぎりも握ってみてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。それでは、失礼します。